はい、皆さんこんにちは、ブルーブルーの山本です。はい、4人揃ってます。はい、4人揃っていることは、タッグバトル企画ですね。はい、今回舞台は福岡県で、この4人でタッグバトルすることになるんですけれども、はい、今回高橋祐介いませんいません。あいつを倒すために1年頑張ったのになんか言ってたけどいません。はい、いないんだ。いません。はい、ということで、まず自己紹介からいきましょうか。はい、私が、ブルブルテスターの山本貴明です。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、こんばんは。三重県の増井康成です。よろしくお願いします。はい、秋田の戸沢です。よろしくお願いします。はい、鳥取の佐藤です。よろしくお願いします。はい、そして今回、高橋くんいないんですけど、なんか高橋くんからビデオメッセージが届いてるということで、なんか書いてあるんですよ。これが気になってしょうがない。ちょっとなんか嫌だな。なんか嫌ですけど、ちょっと見ましょうか。はい、どうも高橋です。福岡バトル参加の皆さん、お疲れ様です。僕がなぜこの VTR で出てきたかというと、もう最初から単刀直入に言います。今回のバトルの勝者のお二人、次のバトルの出場権もかけて戦っていただきます。でですね、勝利チーム VS 誰かっていうところなんですけど、そこに私高橋と代表村岡ですね。なので今までね、このペア実はなったことないんですよ。村岡高橋ペアって今までなぜかことごとくならなくて、なら今回の対戦の勝者とやろうということで、今回この福岡バトルは3戦もかけてやっていただきたいと思います。でもただそっか、同点ありますよね。ポイント制なんで、もしかしたら10対10、20対20みたいなこともあるかもしれないので、じゃあその場合は、同点だった場合は最大魚にしましょうか。最大魚を釣ったチームの勝利ということにしましょう。このねメンバーが集まれば0対0、ノンフィッシュ対ノンフィッシュはないと思うんで、そこは一度考えません。ないですよね、さすがにこのメンバー集まってるんで。僕もね今回初です。本当に今までずっとバトル出てきたんで初めて見る側、観戦側としてね、回らせていただくので、非常に結果が楽しみです。事故なくいい魚をたくさん釣って頑張ってください。上から来やがってねおらんと何とでも言えるわね。すげえなんか涼しい顔してたわ。すげえ。はい、ということで今のビデオ見てどうでした？燃えますね純粋に燃えますね。どうでしたか、戸沢さん？こっちのスケジュール無視だよね俺ら普通のサラリーマンなんだけどねそれは冗談としてねまあそうですね、どうでしたか？そうですね、まず福岡バトルで、ね、なんとか結果を出すことをしっかり頭に入れて、はい、まずはこのバトルでしっかり結果が出るように頑張っていきたいなと。間違いないですね。はい。で、今回のルール説明です。はい、タッグバトルなんで2人1組のチームに分かれて、対戦します。もちろん対象魚はシーバス、でタッグバトルのオリジナルルールとして、釣り上げたシーバスごとに設定されたポイントですねが、そのポイントの総数が多い方が勝ちになります。いつものタッグバトルと同じルールになりますね。で、ポイントの詳細がこちらです。でタッグバトルの、またルールですね。 LINE でお互いが釣りをする場所を、情報共有します。グループ LINE が、組まれてますんで、そのグループ LINE で実際釣りするところで、位置情報を送り合うというルールですね。釣れたらグループ LINE に超過画像をアップする、これも毎度おなじみで、ルアーを隠したりとか、なんかこう顔だけ写してサイズ分かんなくしたりとか、そういうのをやっても OK ということで、この辺も、楽しみながらやっていけたらなと思います。でその他の細かいルールはこちらです。はい、それでは運命のチーム分け、いきましょうか。はい、4つあるんで、俺余り物でいきます。ガチ見えない仕様になってますからね。これなんかレターパックみたいに入って、
せーの B。おお佐藤さんとだ。おお願いします。このチームですね今回。そしたらまず一言ずつ皆さんから意気込みをいただこうかなと思います。まずは初登場、はい増井さんから。はい。今回は先ほど高橋君からのメッセージを知らなかったんですけれども、それでも一つ決めてて、今回は勝ちにこだわりたいと思います。勝ちに行きます。行きます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。戸澤さん。ない。ですね、九州に来ること自体がまず東北の人間としてはないんですよ。で、海の状況、川の状況、あと潮の干満差、全く不明です。で、初めて、五島、対馬では釣りしたことあるんですけど、九州本土ではないので、ちょっと楽しみかな。で、増井さんが勝つと言ってるので、ついていこうと思いますけどついてきます。といった感じで、まず楽しんで頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、バトルっていうことなんですけども、まずはですね、ちょっと楽しみながらっていうところと、あとはちょっと楽しみつつ自分のレベルアップもできたらいいかなと思ってますので、はい、よろしくお願いします。はい、自分はね、九州の人間なんですけど、唯一福岡で釣りしたことがないんですよ。遊びにはよく来てたんですけど、釣りしたことがないんで、よくわからないですけど、なんとか頑張ろうかなと、いう感じでございます。はい、楽しみながら頑張りましょう。よし、そしたら始まりますね。じゃあ行きます。そしたらタッグバトル in 福岡スタートです。本日半日しかないから、2日目の朝間詰め夕間詰め、3日目も時間ないから、2日目の朝夕、3日目の朝陽の場所を見つけに行く。で、2日目は勝負に出たいんで、あっちも多分勝負に出て絶対筑後方面に走るから、間違いないですね。絶対走るから、筑後方面で多分俺は負けないんですよ。有明海の人間だからだから明日勝負をつけに行く。今日ベイトが見つければラッキーって感じ。今日はサーフとかで、イワシに当たればラッキーかなっていうところで。相当強いですね。イワシ当てれば。イワシ当たったら多分数出ちゃうんで。数出ちゃう。ただ変にね、もし数当てすぎると向こうが絶対あっちが被せる入るっていうところもあるんで。そう。本当は今日筑後行って魚拾ってもいいけど、明日絶対被せて先に入るようにしちゃうから、今日は行かないです。今日はぼちぼち。ぼちぼち。俺海わかんないから、ちょっと佐藤さんの勘と俺の野生の勘に任せて回りましょう。あっちがどっちに舵を切るかな。動かないですね、なかなか。言ってましたからね。そっちの動きを見て動こうかなとか言ってついてくるかもしれない。上げのが良さそうですか。なんか水深があった方が良さそうな気がするんですよね。基本的に浅いんで。すると多分沈んでるのこれ出てくると思うんですよ。そうするときついと思うんですよね。だったら上がってってちょい高い時の方がいいのかなみたいな。全員アウェーですからね、今回。全員アウェー。そこがポイントですよ。ないっすよ。遊びに来るとこなんで、福岡県。福岡県遊ぶとこですからね。我々熊本県民からすると都会、九州の都会、遊ぶとこみたいな、デートするとこみたいな感じなんで、デートではいっぱい来てる。デートではホームですから。デートではホーム。釣りではアウェー。一回も釣りしたことない。見て大丈夫。大丈夫ですね。じゃあ頑張りましょう。
さあ行きますか。行きましょうか。セブンイレブンにセブンイレブンに行きましょうか。セブンで動かんねえやつらは動きを見て決めるのかな。もう着きますよ。多分最上流かな、ここが。あっさいな。でも鳥がおる。どうします？やるか、あ下るってみるか。あ、これだな。だから水出てますね。こういう風に横からでしょ。ポンプみたいなのが。ただはちゃめちゃ浅いですね。めっちゃ浅いですね。今のとこをやるか、もうちょっと下の水深があるところからYouTube で見たところら辺まで釣り下っていくか。だいぶ浅くなかったですね。めっちゃ浅いですね。全くイメージができてないですから全然今回釣れるイメージ湧いてないけど、そう湧いてないけど、ほんと未知なんでね。そうなんですよ。どう流れが走るのか、6メーターとかの看板さ、でも僕もマンシャですね。マンシャ。ここはマンシャ。っていうちょこっとした深みにパークが溜まっててくれて、さああ、ない。あ、ないないですね。ああ、もうそこ見えるもん。満潮からとかって夜とかなら深みとかにいても良さそうですね。苔のあたりまで水は来るんでしょうね。お、意外とよれとるし、流れとるっすよ。流れてます。うん。思ったより流れてる。釣れるんじゃね？釣れそうな気がちょっとしましたよ、今。口がどれくらいある？逆にこんななんかタラーンってしたクリークみたいな川で橋脚以外どこつくんっていう、おたくらどこにつくんですかって話なんで、どうしよう、70とかまぐれで釣れちゃったらあ、近いしかも。最高ですね、キコリッチ。思ったよりないね。思ったよりないですね。本当に細い川とかも、全部 Google マップで開けて、でここともう一本はまあそこそこ水深あるかなと思って来たんですが、ないね水、ないね水。思ったよりっていうパターンですね、これ。ここもだって橋脚の上まで、苔んとこまで水位あるんですもんね。これはきついな。今日マッキーチューンするの忘れとったわ。マッキーチューン変わります？いや、マッキー俺の気持ちの問題ですね俺の気持ちが乗るか乗らないかの、こういうやつだよな。そこ重要なんですよ。乗った山本隆明はやばいですからね誰も止められないもうやばいですよ。でも普段使うルアーはちっちゃめなんですか？だいたいまあナレージ5もあるから、でもブローイン140とかも使うんだ。使うんで。うわ、これ絶対足臭くなるわ俺の磯靴は有明海の香りがいっぱい詰まった磯靴なんでね、爆臭ですよこの可愛い豚の靴下から豚のの匂いがしてくるかももうあんな下げちゃってるか。釣るぞ早いですね。釣るぞ釣るぞ。初博多湾。初ですね。よし、山本さん、位置情報を送りますんで、いよいよですね。やっていきましょうか。ですね。ここは、なんかよくわからない都市型河川、三笠川でしたっけ？三笠川ってとこ、でなんかあんな感じで橋脚の基礎とか、がっつり入ってるんでああいうところ打っていって、夕方まで時間潰しじゃないですけど、そうですね、もしベイト探しまで一本出たらいいかなっていうぐらいで、一本出たらラッキーっていう感じで、はい、ちょっとやっていこうかなと思います。はい、頑張ります。よし、先発
ナレージ50です。はい、なら僕はミノでブロイン80でやってみたいと思います。よっしゃ。投げながら行くか、ポイントポイント投げて歩くか、どうします？ポイント打っていきましょうか。 OK です OK です。ただ浅そうですねそこ見えてるもん。もうがっつり下まで一回歩いて下ります？歩いていっちゃった方が良さげですね。行きましょうか。でもめっちゃ鯉登ってきてんな。鯉はやばいですね。川ダメっすね。ダメっすね。ちょっと厳しいですね。なんか思ったより全然潮位が下がりすぎですね。というわけで、水を求めて走りますか。はい。水深のあってなおかつ流れが当たるであろうところに、そんなエリアに行きましょう。はい。よし。はい。じゃあ移動します。はい。います？めっちゃ鯉います。鯉ばっかりです。ちょっと水深がちょっと深くなって出てきましたね。こういうところにもつきそうですよね。なんかあるな。でもまあおったら奇跡ですよね。ちょっと怪しくさいですよね。この辺になるとボラが多いわ。鯉じゃないっすよ。ただまあなんともやる気なさそうな泳ぎ方。まあね、流れもないし泳ぐコースも定まんないよな。さあ釣れんのかい。釣れる気はあまりしないけど、あそこブレイクははっきりしてんのと、一応水深が深いと深いって書いてますね。書いてあるんですよね。ブレイクあるんじゃないですかね、どっかに。あそこそうですよね。それどういう表情ですか？それどういう表情ですか？普通なら投げない投げないですよね。そうなんですよね。普通そうなんですよ。全く投げる気にはならないですね。けど水ありますね。どうしましょう。普通にプライベートで釣りしてここへ来ましただったら投げない。投げないそもそも来ない。はい、じゃあやめましょうね。はい、やめましょう。これはやめた方が良さそう。はい、川ダメ、海ダメ。てか寒い。移動。思ったより寒い。なんか当たったかもしれん。嘘でしょ？生後かもしれないですけど。マジで？佐藤さん今の当たりだろう。でもとりあえずバイブとブローウィン80で2人でやっとって、恋じゃない当たりが多い方があったら2人ともそっちに変えてやろうかなっていう。2人とも同じタイプ使ってもしゃあないんで。水がねえ。すごい沖まで水がないんです。うわーマジか。あーそっか。これに水がかかってりゃね面白いんだけど、ひどこれだって今で一番ちょうど干潮ですよね。39分だったんですもんね。今上げパナ、今の水位が何センチなのかを調べて、でホテルまで帰るのに逆算して6時までに出なきゃなんないと。で6時の水位は今いくつなんだって2人で計算して、と60センチだからちょっと水位が、まあそれがちょいちょい見えるくらいですね。足んないから捨てよっかっていう。いやーひどいな。14g ミニちゃん、これを落とします。レンジ下引いてこよう作戦。ジョルティミニちゃん、ジョルティミニ入れます。さっきなんか生後っぽいですけど当たりですね。あれでもブローインですか？はい、ブローインでブロインのね壁際ちょんちょんしたら壁際壁際です。
壁際というか足元の壁ですね。あと流れがないんで勉強だろうけど釣り方が分かんない、流れがないと。当てました。鯉じゃないですかね。鯉じゃない、鯉じゃない、鯉じゃない、鯉じゃない。マジですか。ちょっと待って、鯉じゃない、鯉じゃない、絶対鯉じゃない。壁でした。壁。あ、やっぱそうなんだ。やっぱ壁なんだ。これでもう一回当たったら障害物パターン。ほら当たんないもん、同じコース引いても。もう食わないっす。サイズがちっちゃいでしょ。ちっちゃいです、多分。ちっちゃいやつがカーンって当たってる感じ。なんかもう当たりが重くないですもん。生後ですよね。生後。軽い。とりあえず釣りできっとこしかないですね。やっぱ橋脚狙ってますね。橋脚ですよね、やっぱり。ずっと橋脚に2人いますね。投げてる。俺たちに気づいてなんか情報くんないかな。はいっつってここ釣れますよ的な。白もいないね、おっとルアーですよね。ルアーですね。完全にね。小沢さんが何か拾いました。化石を化石スナップ。これルアー振ってんすかね、この辺で。そういうこと。ちょっとお守り。すげえ、それよう見つけたっすね。ね、俺目いいんですよ。ジャーキングなんかワンチャンありそうですよね。なんかもう食いっ気とかのやつがいきなりダーン。下から突き上げてきたらいいかなと思って。釣れないか。3時前ですね。でもそうですね。どうします？ポチポチ移動してもいいかもしれないですね。そうですね。向こうは全くあれですね、釣りしてないですよ。してないですね、絶対筑後見てる。見てますね。もう完全明日に全掛けっすね。多分もう明日釣れんかったら負けやってぐらい。怖いよな。戸沢さん見極めそう。ここはないとか言って。ああ、言ってそうですね。はい、ここはだけど多分干潮で見てるから見極めれるんですよね、はい、ここはあと何センチぐらい高い方がいいだろうとか。今日釣っときたい。そしたらだいぶあっちもプレッシャーっす。先生パンチを、うーって次どこがいいが思い当たらないです。もうダメじゃないですか。潮位的にどこ行っても川ダメ、こっちダメだとしたらもう本当外海行くしかないんじゃないですかね、そうなったら。ただ時間がないんで、本当ホテルの付近のやれるとこしかないんじゃないですかね、多分。そうですね、はい。もうすっぱり諦めるか、ここで2時間待ってみて6時から1時間やるか、そのどっちかですね。スパッと行った方が、ただ2時間で上がったとしてもこれから90センチ、それ多分ひたひたなって終わりじゃないですか、これ多分だけど。ないと思います、ここ。っていうか、8時までにホテル戻ることを考えると、俺もないと思う。はい、戻りましょう。戻りましょう。ちょっと車行ってまた決めましょう。そうですね。サーフで俺が釣りする絵は最初で最後でしょう。送信夕間詰めまで粘るだろうなって今頃言ってますよ。間違いないでしょうね。さあちょっとサーフどんなとこが狙い目なんですか？岬の出たところはやっぱりセオリーですね。悪くないんじゃないですか？ワンチャンありそうですけどね。おやっぱり真詰めのイワシパターン、ならここかなっていう感じです。やっぱり形状というか、岬に出っ張ってるんで、ここの方がなんか当てやすい感じはしますけどね。今ライン来ましたね。はで
さっき2か所目に行った岬のとこですね。サーフのとこ。そうそうそう、ここちょうどここっすに入りましたね、彼らは。なんか持ってんじゃないですかね、ここで上がったみたいなやつ。というわけで私たちは一回ちょっと車へ戻って、もう一回ちょっとちゃんと釣りができそうなところをちょっと探してみたいと思います。はい、あそこ入ったか、行きましたね。釣れるとこなんじゃないですかね、多分おそらく。どうですか、そろそろこのサーフの雰囲気は。ありそうですけどね、結構水深があるんで。あるっすね。めっちゃ深いですよね。あるある、深いっす深いっす。マス目あたりなんかあってもおかしくないかなと思うので。ホテルまでさっき見たら32分だったんですよ。1時間ぐらい見といた方が。1時間ぐらい見といた方がいい。だから実質6時4、50分6時ぐらいまでかなみたいな。曇りやけん早く光量落ちそうですけどね。です。はい。もうそろそろね、なんかあっても良さそうですけど。でもなんか波打ち際にこんなマイクロいましたよ。でそれが入ってきたと思ったら A が泳いできて、いました。なんかブレイクギアそろそろって。結構ブレイクきついっすもんね。結構急になってますね。だいぶここだけきつい。あっちに行くと多分ちょっと穏やかっす。やっぱここがこの辺が一番多分流れる。ね、まああるならここかなみたいな感じですけどね。どう見ても。沖で食うか追ってきてそこのブレイクでガンガン。多分ブレイクで食う。ですよね。その感じでしょこれは。ですね。何ですかそれ。鱗ですね。イワシ？イワシっぽくないですか。イワシっすね。イワシです。多分。はい。なんかベイトに当たった感じあったんですか。いや、ないです。イワシですね。多分イワシ。これチャンスタイム来る感じこれ。多分一匹じゃないでしょ、だってイワシだったら。イワシは一匹じゃいないですよ絶対。群れでいますよ。マジか。これからっぽいですね。でも今からでしょこれ。これからですね。ちょっと頑張って投げよう。ありそうですね。さあいいバトルになるんじゃないですかこれは。イワシさん、下ですか。下です。下です。ちょっと沈めるか。あそこ行ってみます。はい。石畳んとこ。あそこから沖か手前か。手前まだ浅すぎると思うんですよね。当たった？嘘。フォールです。フォール？俺も鉄板投げたがいいんかな。多分今当たりですね。ただちっちゃいです。生後だと全然いいっす。生後かも。浅い側？これちょっと浅いっすよねこっちは多分。ちょっと浅いですね。ですよね。こうってきたんで。マジか？俺たちの時代が来るかこれ。大きいワシがいればいいけど、まあ多分ちっちゃいでしょう。おっしゃ食った。おっしゃ来た。よっしゃ。
しゃよっしゃよっしゃよっしゃ。えいよ30あります。ノンキーじゃないよ。ノンキーじゃないよ。めちゃめちゃめちゃ。ノンキーじゃないよ。ノンキーじゃないよ。多分ね、知らんけど。駆け上がりですか。はい。駆け上がりですか。駆け上がりのちょい奥、ちょい奥ぐらい。これ超スローリトリーブでいいわ。ちょっと暴れすぎだわ。意外と流れとって。これ30あるか。あるある。えいあと2本ぐらいあと2本ぐらいいけると思う。まだ時間あるから。こっからですね。写真撮りましょうか。写真撮って送らないといけないですよね。さすが。ちょっと撮ってもろてさあさあ。いいですか。はい。OK です。おっしゃ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 し。のんきに見えるでしょ。あ、これのんきですね、完全に。送りました。よっしゃ、逃がします。ありがとう。さあ飛ぶぜ。君は夢と希望をくれたよ。さよなら。いける？おい、じゃあね。バイバイ。よしよしよし。よし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 。集中攻撃いきましょうか。ここから1、2本はい。行きましょうか。やっとロッド振れそうですね。ね何時間徘徊しました？何時間徘徊しました？ 4時間や違うもっとだ。やっと釣りできるよ。12時半だから4時間半。マジか。釣りしましょう、ね、もう我慢できない、駐車場問題。はい、よし。でこの間になんか1匹釣られたんですよね。ね、すごいやつをのんきとかは別に言わなくてもいいんですもんね。うん、そう。いや、あれサイズ言わなくていいですよね。1ポイントとかどうとか、ならいいんだ。言わない。よし OK。 明日の朝もここっぽいですね。なんすか？もう1本出たら明日の朝ここですね。もう、間違いない。多分1本じゃ終わらんと思うけどな。多分イワシ入ってたら、うんもうちょい出そうですよね。1回14にして、いや14置いてきたかもな。14置いてきたな。14にしようかな作戦失敗ですね。これ車に置いてきましたね。はい、車に置いてるみたいですね。俺もう22でやるしかないか。8じゃ飛ばんよな。一回8で飛距離チェックします。あのサイズなら針も曲がらんしね。14があれば一番それが理想かも。俺の勝手な感じだけど、沖の薄い潮目っていうか流れが速い帯があって、そこな気がするんですよね。今何回か綺麗に入れたけど食わないんで、これじゃ届かんかもしれんけど試します。ジョルティの8どんぐらい飛ぶんやろこれ。いけるか。当たったー、当たったバレた？ー。はい、バレたっすか？当たりました今。ついてる？ついてないですか？もうバレた。ついてないです。トレイシーですか？トレイシーです。トレイシーで食うならやっぱジョルティでいいか。22でマジか。遠いっすか？結構遠かったです。遠い。22 22でいく。サイズ良さそうでした？いや、同じですね。多分ちっちゃい。ちっちゃいです。ボトムっすか？上ですか？フォールです。フォール。フォールなんで多分間違いなくシーバスだと思うんですけどね。うん。けど30ないかなこれ。俺なんかあるような気がするな。
もうそう、その取り方本当わからなんですもんあるかも、だそんなちっちゃいの釣れないでしょ逆に相当離してますよ。また食った。マジっすか。フォールカーブフォールですか。カーブフォールです。今食っとったな。それに反応してるんだ。俺も一応持ってきてるから変えてみようかな。乗らんな。なんかジョルティ飽きてきたっす自分で動かしたくなってきた。なんで乗らないんだろう。やっぱ細いんすかね。細いっすね。多分あのサイズでしょうね。さあ到着っすね。いるんかいここは。わかんないあそこはすっごい浅くて、ここちょっと深。ルアーは引けますよね、これだけ水深あれば。こっち側は、まだ水深わかんないんで、ちょっと軽めの 15g で一回底取ってどんな形状か調べながらやっていきます。はい、まずはメタルシャルダスの 25g の、コロラドブレードに変えてあります。ちょっとね、稲子が今1匹なんですけど見えたんで、ちょっと波動大きめっていうのと、上をやりたいなと思って、ただもろ向かい風なんでちょっと15じゃちょっと飛距離的に厳しいなと思ったんで、25こちらで行ってみたいと思います。いやー、これは飛ばなそう飛ばせないね、真正面。はい、まあまあしょうがない。ちょっとこっち目入れよ。うわ、戸沢さんたち開始した。はい、戸沢さんたち釣り始めた。帰ってきたか、夕間詰めだけ。もう少しちょっと早い釣りをしたいんで、ナレージ本当は50とか入れたいけど、はい、ちょっと風なんでナレージの65ですね。はい、こちらで行ってみたいと思います。はい、変えますジョルティ22。今サイドターンホールをやってるんですけど、こうやって巻きながら向こうへ倒すで、今すごいフラッシングが効きやすいカラーを使ってるんで、ちょっとね表層をわーっと引いてテンションを落とし、テンションを切って横を向かせるで、今フラッシングでリアクションの釣りをここの中でやってます。1匹だけなんですけど、ちょっと稲子が跳ねたんで、ちょっとそいつを食ってるやつがいないかなと思ってやってます。でこっちの掘れてるであろうところは戸沢さんに今お任せしてやっております。うわ、食った。うわ、だいぶ大きっぽいぞ。今当たったぞ。ただこの距離でかかるか問題だよな。当たったまた乗らん。マジか。俺一時当たりなくなっとったっすね。そこ駆け上がりでしたね今。一時当たりなかったけど、そっち側にいるんすかね。はい、そこの駆け上がりですね。駆け上がり。多分追ってきて食った感じだと思いますけど、なんで乗らんのや。はい、ちょっとボトムをネチネチやったんで、違う、もう一回いきます。はい、ナレージとかメタシャとかで上をやったんですけど、全くベイトにも当たんないんで、ちょっと下をやってみようかなと思って、こちらトレイシーの25ですね。こちらでボトムをネチネチとやってみたいと思います。ちょっとトレイシーの25でボトムネチネチとか巻き上げとかやってみます。
もっとこっち深さあるのかと思ったけど浅いな。いつも通りですよ大丈夫です、カメラ来たからって喋んないですから渋いですね。ダメか多分一時目の前いたんすけどね、入ってましたね。生後の群れが多分一時絶対入ってた。20分ぐらいの間結構当たりがあったと思う、はいさあとりあえずホテルに帰りますか。まず時間通りにまず帰らんと初日終了。渋いな。明日はエンジン全開で行きますから、朝一から、ガンガンですよ。明日が勝負の日。ですね。今日はキャスレンですね。はい、もう腰痛いですけどねめちゃめちゃなんか疲れますね、このウェーディングって。俺あんま普段しないんであれですけど、意外とね、すっげえ今太ももふくらはぎ腰がやばいですね。意外と波が強いんで、やっぱそうですよね。意外とこれ使っとるんですよね。もっと弱いかなと思ったんですこれ何筋ですか？はい、何筋ですか？ウェーディングで使う筋肉は。ウェーディング僕もあんま普段しないですけどマジ筋肉痛これ。明日やな。まあまあやめますか。はい1時間ぐらいやりましたね、そうですね。一時期なんか稲子、ねうわーって入ってきて、でこれからなんでしょうけど、あの辺で沈み根の延長で2発当たって多分魚だと思う、でもう1発そこで当たったんですよ、ブラウンってきたんであれもう完全に魚だけど、多分ちっちゃい、合わせてもすぐ抜けたっすね、まあまあだから明日もう頑張りましょう。あそこ捨ててここ捨ててっていうのができたんで、はいそうですね。お疲れ様でございました。帰りましょうか。帰りましょう。はい。ああやべやべ忘れてくるよいしょ。おはようございます。とりあえずでかい有明鈴木を狙うということででかいの行きます。よろしいでしょうか。大丈夫です。はい。じゃあとりあえずそっち方面に走ってで何点か絞れてます？ポイント。ポイントは絞れてます。でじゃその今から上げなんで水があるタイミングでもう上流から行っちゃう。はい。あっちチームなんか朝急いでましたね。朝まずめどっか打ってからどうなんですかね。それか向こうで美味しいところここだけは絶対取りたいっていうところがあるのか、あるんじゃないですかね。なんかプランあるっつってたから、なんか動きが怪しかったまあこの辺で済ますのかどっかに移動するのか同じ行動しないと思うんですよね、多分なんかずっといつだ昨日の朝から話聞いてる感じはなんかこの辺なのかな、行っても昨日の岬のところかなみたいな。ああベイトいるっぽいわ、あそこの潮目、あの潮目にベイト乗ってます。はい、あとはあちらの方々がこちらによいしょよいしょしたらドカンです。あれ絶対ベイトル来いまあちっちゃいっぽいっすね。なんか大きいベイトの時鳥突っ込むっすもんね。ちっちゃいでしょ。でちっちゃい時ああいう水面をペペペってやりがちだから、まあこれいただきパターンちゃうかなということで、まだ早いです。まだ分かんないです投げていきます俺ジョルティで僕トレイシのトレイシ25でこれやっていきます。
同じとこだ。およそ600メートル先、斜め左方向に曲がり、国道3号方面のランプに入ります。随分あそこに執着します。これ一日いる気なんじゃないですか、ここに。もしかして。確かに。なんか昨日見つけたんでしょうね。反応あったんじゃないですか。そこそこ。いや朝ちょっと喋ってたんですよ、山本君と。で昨日釣れたところだったら、あのサイズだったら、数釣れないとダメっしょって話してて、で数釣ってる中から、50とかを混ざっていくならやる価値はあるけど、あのサイズが1本だからもうあそこはいらないよねとかっていう話をしてて入りやがったと。作戦ですね。やるな。作詞ですね。で佐藤君は佐藤君で、増井さん有明方面行くんですよねみたいな増井さんたちはあっち行っちゃうんでしょみたいな、でかいの狙っちゃうんでしょみたいな、なんかそういうプレッシャーを、作戦ですね。ニヤニヤしてくそ。はい、ジョルティ22日買います。シーライドか。シーライド。ことは逆付けでいきます。ただ巻きジグみたいにしてフォールでヒラヒラ、なんか佐藤さんの見てる限りフォールに反応してるから、シーライド 20g 逆付けで。当たった。おる。います。成功ですね。めっちゃ遠いっすね。マジっすか。めっちゃ遠いです。遠い。おっしゃ来た。よっしゃー、やったー佐藤さん。よしよしよし、頼む。30センチあれ。頼むよ30センチありそう。ありそう。ある30センチあるぞ。頼むよ。30センチあるでしょ。お願い。あわよくば50。あるか。50ないな。50はない。でも30はあるぞ。よっしゃーナイスー。よっしゃー。30あるわ。ありますね。絶対ある。これはでかい。これはでかいよ。この1匹はでかいぞ。6？イエーイイエーイ、最高。もうメジャー置いとっていいですよ、ここ。メジャー置いときますか。置いとっていいですよ。リリースしちゃいます。今から俺たち始まるから。また潮目出てきたし。いやー感謝。博多の鈴木に感謝。イケメンやな。バイバーイ。なんかやっぱりこの川釣りするには遊漁券なんですね。はい、というわけで、はい、今からちょっと買いに行ってこっちの川を楽しみたいと思います。行きましょう。7時か。そろそろ移動でもいいですからね。移動しますか。もうなさそうっすか。行きますか。移動します。初見だけど、一応俺が有明海の人なんで、ある程度の干満差の計算と、あとは Google マップで場所探したんですけど、俺がポイントにしたのは、ちゃんと地形のメリハリがある、プラス水門的なものが何か絡んでると、その水門から水が出た時にその先に魚が溜まるスペースがあるかって、水深があるかを見てピン打ってるんで、とりあえずまだ今満潮ぐらいに高地つくから、まずは、関打ちというか、ちっちゃい水門とか、上流側叩いて、で大潮満潮だから普段水深がなさそうな河川から打っていく。徐々にで水深がある河川でってで下がってきたらその地形変化チックな、Google マップで見えてるところしかないですけど、もうなんか俺の中のイメージはついてます。
最後佐藤さんがコンクリに地球パンチしていやいやいやちょっと指骨折しましたみたいなインスタに上げるとこまで俺はもう見えてるんですよ。次出れないみたいな次出れない強すぎて粉砕骨折はい、そこまで俺の頭にはもう見えてるんで。今ちょっとね投手戦みたいな感じじゃないですか。なんですか投手戦って。どっちかというと低スコアというかロースコア。そうですね、ロースコアですね。ここからまあ動くみたいなこっからっすよ。感じですね。こっからが今回のバトル本番ですから。はい2日目も、はい、なんだかんだバタバタしてそうですね、はい、やっとたどり着きました。やっとキャストできますね、はい、ここは川の支流っぽいところなんですよね、はい、はい、でこっちの方のなんか YouTube とか見てると、なんかこういうところでなんか本当にね釣ってる方を見たんで来てみましたと。はいですね。で Google マップとかで見るとそこに水中に石積みが何本か入ってて、でこうやって見ててもすごい夜々美味しそうなんですよね。そうですね。はい、ということでここでやってみようと思います。はい、やってきました。小規模河川。まあなんか個人的な考えですけど、こっちの大陸の血が入ってるスズキって一級河川に挟まれた小規模河川とかすごい上まで登るイメージがあるんで、雨パワーが残ってないかなと思って来たら残ってました。めっちゃ良さそうですね。めっちゃ釣れそう。これは多分早いです、答えは。食うならここで1、2本出たらもうだいぶでかいですよ。最高で、作戦はとりあえず最初初手佐藤さんスネコンを流れの中入れてもらって、俺が外側をバイブレーション引こうかなっていう、作戦でいきます。うわ、投げるのなんか怖えめっちゃ緊張する。もうワクワクが止まんないもん。当たりなかったらウケる。あ、おった光ったおった食ったおった嘘。よし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 。おるおる。俺もスネコン入れようかな。今食っ30ぐらいた。ですけど。やば、めっちゃ楽しい。ちょっとレンジ入れた方がいいかも。110度。ブローイン。ブローに110度。じゃあ俺ゼッパーの 80S レンジ入れます。下から出てきたっぽいんで、はい、うわ、来た。控えましたバイトしました。触っちゃった。もうモワンとかじゃなくて、まあ釣り人さんはやっぱりいるところなんですね。めっちゃ美味しそうですね。美味しそうですね。じゃあトレーシー15から入れてみます。Google マップで見るとちょっと石積みとかがあるんで、カニとかエビとか食ってないかなと思って、ちょっとボトムでカラーは甲殻類、はい、甲殻スモークタイガーのナレージ65ですね。はい、怪しい何かに触りました。このピチャピチャ言ってるやつらかもわかんないですけど、マジか。いやー、いたけどやる気がないのか。移動しましょうか。移動します。意外と魚いないわ。戸沢さん的に揚げで魚出るイメージあります？今日日頃上げ下げ気にしてないんでただ入ってきてるから入ってくんじゃないですかね。今下がってたのが上がってるんですよね。入ってくるとは思うんですけど、ただそれをどこで合わせれるかですよね。ずっとどっかで粘るか、必ず通るところを。ただ干潮でなんかすごい出てるイメージもあるしね。で何とも言えないですよね。干潮でどう水なくなって、そこから揚げ入ってきて魚もそこに溜まってるやつ。今雰囲気ないですもんね。
全部上から下まで全部通したけど、はい、なんもない。やりました。いればね、食いそうな、すぐ食いそうなとこですけど。はい。じゃあ1時間休憩、一回取っちゃいましょう。はい。というわけで戸沢さん増井チーム1回目休憩取りたいと思います。へい、よし。ここはどう？飯食いましょうか。ダメですね。まあ、あとは塩下がっての本ちゃん試合。休憩しましょう。消しましょうか。飯食い行きましょう。一回ちょっとリセットして。いやむずい。やっぱ膝伸びすぎていて。はい、休憩上がりでございます。はい、河川ですね、はい、の本流です。ちょっと前まで、支流とかやってきたんですけれども、本流にやってまいりました。頑張りましょう。言いましょう。なんか釣れそうな気はあんまりしないです。うんってうんって言っちゃった。まあね、投げなきゃ釣れないですからね、はい、ただちょっと水門がいくつかあって、その中と外の本流の水の差で開いたりして水の変化が出るんじゃないかなっていうことで来てみたんで、やってみたいと思います。はい、じゃあ行ってみましょう。いきなり釣れそうじゃないですか。釣れんのかい。いや車検で来る場所じゃないね。おお、動く。これはすごいわ。これはやばい。どうなんだろう、長位的に下から一回見たがいいのか。どうですか。一回投げてみます。一回投げてみましょうか。まだ時間たっぷりありますからね、はい、ここは投げてみます。投げてみましょうか。よっしゃ。さあ移動してきました。支流の広川っていうとこ、本命ですね。本命ポイントです。支流の中の一番本命ポイント。とりあえずよくわからないですけど、あそこに背が入ってる。ここはちょっと深い感じですかね。とりあえずナレージ6号でいけます。まだ下げの真っ只中でだいぶ流してるっぽいんで6号で。僕プロに110円。ちょっと違う攻め方でやってみます。なんか立ち位置を探そう。超滑るなこれ。かけた後も怖いっすね。怖いっすねこれ。小沢さん大丈夫？これ大丈夫なの？船の引き波パターンとかそういうレベルじゃないし、ちょっと量が多すぎますよね。はい、さすがにこんだけ走られると、まあしょうがない。これはいかんでしょう。すげえ入ってる、すげえ入ってる。全然わからん。すげえ今まあまあ流れてますね。結構速いですね。一両方食ってますよね。よっしゃ、来た。ほら来た。マジ最高。マジ最高。タモよーい。タモよーい。はい。佐藤さん。タモよーい。タモよーい。タモよーい。はい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 。これバレん。あ、抜けそうですね。抜けます？抜けます。了解です。タモ用意したけど。よいしょ。オッケー。よっしゃー。ナイス。よし。これはでかい。いけるぞ。ポイントポイント。やれるぞ。俺たちはまだまだ。でかいですね。測りましょう。測りましょう。これはでかい。40センチ。40センチですね。40センチジャスト。よし。これはでかいですね。これはでかい。おお、やってますね。なんすかなんすか。来ましたね。釣ってるんすよ。釣りました。シーバス。マジかよ。っていうかそこ僕たちが水ある時に入ったタイミングでしょ。やったとこですね。やったとこでしょ。やられてんな。やっぱこのあれなんすかね。これだけ引いた方がいいんですかね。写真背景に映ってます？映ってる。水どんな感じですか？水ないです。ないですか？全然落ちてきて。
全然ないですか？ないな。やっぱこういう時出るんだね。あれじゃん、あれじゃん。そうじゃん。さっきの見たやつでしょ。はい。すげえな。それを分からんすもんね。わかんねえ。そんなん水ある時に行くよ、そんなん。じゃないですか。分かったじゃないですか、これで。そうですね。水ない時に行けってこと？そうそう。まあ今からチャンスだと思えばいいんじゃないですか。そうですね。そうですね。大チャンス。マジか、ジャーキング俺が一番苦手とする釣りだ。来ちゃった。行きましたね。よっしゃ。来たね。バイバイ。いや最高っす。最高っす。最高っす。マジで最高っす。でかいっすね、今のは。既読ついたかな。まあついたでしょうね。これはでかいでしかも入ってまだ5分10分。既読つきました。よっしゃ。追加。怖っ。連チャン。がっつり食ってましたね、下から。食ってましたね。やべえマジで。ジャーキング炸裂。おっしゃ、また来た。ほら来た。ジャーキングハマってるわ。よし。おっしゃ。待って。これ来たかもしれん。これジャーキングパティンっすね。これ来た。完全なる。よいしょ。俺持ってきてないぞ。よし。予備あるんで。マジっすか？予備あるんで。俺ジャーキングでも俺がして釣れるんかな。やべえ。やばいっすね。二刀連チャンスよ。髪が上がっとる。佐藤さん、あざっす。来た。あざっす。よし。2投連続はやばい。ちょっと良くなってないですか？しかも。いや、しかもちょっといい。これ50あるんじゃない？これ50あったらめっちゃいい。50あるんじゃない？時間で3本はでかい。今までの何だったみたいな。そうでかい。福岡シーバスおるんとか言ったのに。多分ここ潮止まりとかあそこが完全に出てから、はい、この手前だけ流れて奥が止まってってなった時の流速差とかじゃないですか。もうちょっと絞れてからですね。来ましたね。見るのやめますか？写真を送信しました。いや、移動せずにあそこで3本目？3本目ですね。ただこれもあるんじゃないですか？ちいけど、多分30ありますよ。マジか。場所移動してないですもんね。してないです。してないですもんね。あそこで3本出るんだ。やっぱ水位ですね。勉強になる。どうします？いつ休憩入るか問題もありますよね。あと1時間。そうですね。ここ入られるの怖いですよね。だからここ入られるの怖い。怖いですね。だからもう今からするか、もうここがありえんぐらいの潮位になって休憩入るかですよね。その方がいいかもしれないですね。ただどうなったらありえんくなるかわかんないですよね。多分逆流しだして一時は釣れそうですよね。釣れそうです。ここ越えて、はい、ここに対してどう思ってるかっすよね。ですね。開いたと思って入ってくるか、もう叩かれるとると思ってここを捨てて、もう終わったんだろうで行くのか。でも多分終わったんだろうの方が可能性高そうですけどね。そうっすよね。最短ちょうどで1時間休憩取ろうとすると、上げで打とうぜって言いそうなんですよ。取るなら今からみたいな。今取っちゃいます？でそしたら最短から上げでまた、どうなんですかね。いや怖いっすよね。怖いっすね。休憩中でしょって言って入ってきそうですよね。普通に入ってきそうですよね。休憩してもいいかもしれないですね。休憩しますか？賭けで休憩しましょうか。ですね。
休憩 LINE しましょう。なら車置いといてもいいかもしれないですね、あそこに。OK。休憩します。いやー、ちょっとわかんないっす、本当に。あれもう支流もあります。でもう見た動画を頼りにじゃないともうこれ走り回って終わりますね。そうですね、もうそういう流速差とかもバイブガンガン巻いてって出るのか、でもそれだったら支流に居残ってるやつね取った方がいいような気もするし、これでも出るのかな。なんかベイトいるけどね、バチャバチャやってるけど。やってみます？やってみます？とりあえずその流速差だけば、ここブレークなってるでしょ、はい、多分これそれ流進だし、よし、まあまあ、ちょっと魚釣りしましょう。魚釣りします。行くぞ。じゃあちょっとチャレンジしてみますこれヒットしたらそっちへ回せばいいか。まあここペタペタでいいじゃないですかね歩けます？いや、そこの土のう袋までしか行かないです。はい、よし。はい、まずジョルティ15、だいぶ引いて浅そうなんでちょっと軽めなのでゆっくり行ってみます。よし、抜かるなよじゃあ私はナレージの6号ですね、こちらから行ってみます。よし。さっき、1本取った立ち位置で戻ってきました。ちょっと機材トラブルでその映像が消えちゃったみたいなんで、頑張ってまた釣ろうかなと。そうですね、同じ、立ち位置ってかなり変わってますけどね。あっちまだ水ある状態の時1本取れたんで、また今から頑張って追加しましょう。組本からいきます。足元の反転流いないんかな。ジョルティミニの8いきます。意外と釣れないし、まだ流れすぎ感。気をつけてくださいよ本当に。おお、いけます。手前まで全然引けますよ。ほんまっすか？マジ？手前まで引けるそうなんですが、ちょっとそこのよれをやりたいなと思ってナレージの50、こちらで行ってみます。いややばいやばいやばいっすやばいやばいっす。もう一歩がいけない。食わんすね。食わないですね。食わんすね。ナレージ50。これでバイブ投げても食わんかったらきちいな。うわー、当たったー。洗いました。シェイゴー。シェイゴー、マジでー。110S いきます。こっち回っとるな。さて次に行きますか。どこ行きましょうまあさポチポチして探しますかくそー、こんなに支流かな。本流ってだってこんなもんでしょ。そうですよね。支流がいいかもわかんないですけどね。支流やってないから、とりあえずやってみましょうね。水ありそうなとこで。水あるんですか？だって本流この時しか水ないですよ。いやけどね、水なかったっすよ全然。ベイトはいるんですけどね。
なっこが惜しい惜しい。惜しい。でかそうだったです。60ぐらいあったです多分。もったいねえ、惜しいな。もうほんとすぐ目の前です。へえ。なんか木に当たったけんプイって外した瞬間に、もんどり打ってきた。惜しいな。まあ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 。マジで足元でしたね、だいぶ。足元もうマジここっす。60だったらまあまあいいサイズですね。いいサイズですね。いいサイズでした。薄く見えました、魚体が反転してデーンって。おお、めっちゃ当たりはいい当たりでしたよ。やっぱ食ってくるやつはもうゴーンみたいな。ゴーンですね。ポジションチェンジ、足元狙いで。おっしゃ、来た来た。さっきのやつや。いいサイズかもしれない。さっきのやつや。それ多分いいサイズっすよ。あ、よくない。いやでもいい。いや1ポイント1ポイント貴重な。その子だわ多分。超足元の底でしょ。足元です。抜けます。ナイスイエーイ。これは1ポイントですね。でもさっきの小屋はさっきの足元のやつですね。多分足元ドーンのやつだ。いや、めっちゃいい食い方した。でもマジジャーキングで食ったんですか？ジャーキングです。ジャーキング先生じゃないですか。もうジャーキングですね。やっぱ110っすよここ。ジャーキング講座開きましょう。ちょっと潜らして、はパンパンって跳ねさせていはいですね。えい。ワンチャン3ないかなっていう期待してますけど。あです。僕内心ないですね。50の壁って意外とあるな。46センチ1ポイント。50めっちゃでかいですね。こう見たら50の壁。やばい。来た来た。もうこれでほぼダメ押しじゃないですか。ジャーキング、筋肉ジャーキング先生。これもらったんちゃいます？ももらったでしょ。お、これまた来ましたね。はい、なんかなりましたね。ちょっと開けますね。おお、出てますよ。魚出てます？出てます。マジか。しかも同じ場所っすよ。あそこの。ああ、完全に掴んでんじゃん。もう一発まだ出るんじゃないですか。はい。あっちの方とかにピューンって投げてですね。ジャーキングドーン。もう投げるコース変えてなんかもう一匹取れそうですけどね。うん、なんかもう一匹ぐらいそれで出そう。お、当たった。絶対行く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 。もう完全それっすね。もうこれですね。来た来た。ジャーキングやばいな。1ポイントか。1ポイントですね。これ取っときたいな。でもあー、バレた。嘘。バレましたね。もったいね。でも何センチぐらいありそうでした？ 30くらいですね。Oh my god Oh my god。 ジャーキングですね。ジャーキングっすね。多分なんかね結構遠くから読んでますこれ。それマジ下立てないんかな。はい。もっと下行きたいっすよね。もっと下行ったら多分まだ拾えると思いますよ。で絶対拾えるっすよね。俺もちょっと今練習してたらいけそうな気がするっす。なんかちゃんとこうやって動けるっす。俺がやっても110。あ、110めっちゃいいです。なんかちゃんと俺がやっても動いてる。俺がやってもやばいです。行ってみます？見てみましょう。絶対もっと拾える気がする。もっと拾えますよ。ですよね。絶対拾えます。おい。
なんかあそこから見てて良さそうだなと思って見に来たんですけど、思いのほか浅いんで浅いですね一旦やめても小場所パンパン2箇所回って終わります。そうですね、はい、出てくれと願いを込めていきます。あと3ポイントですね、目標。十分でしょう。さあ初めて来た大場所水がある筑後川、ね、ほんまっすね。あ、なんか水の変化っぽいものも、ね、で両側水落ちてるんですね、あれね、もっとバンバン出してくれりゃいいんですけどね、上から落ちてるだけだですよね、下はガーっていうわけじゃないけどまあ何かしら流れてんじゃないですか。ボラだもんね。ボラがいる。はい、じゃあ行きます。トロッティ22。じゃあトレイシーの25から行ってみたいと思います。食いませんねなんかもう下からモフ来そうですよね。めっちゃ釣れそうだけどね。めっちゃ釣れそうなんだけどな。なんかテトラかなんか沈んどるんですかね。かもしんない。なんか当たるとリーダーがちょこっとザラッとしたりとかする。はい、トレイシー25。今さっき増井さんがトレイシー25沈めたらなんかテトラかなんかに当たるっていうことだったんで、それの上をこう跳ね、小さいリフト&ホールですね、ショートピッチで障害物近くまで一旦沈めて跳ね上げるの繰り返しです。場所によっては沈めたりずっと表層でやったりもしますそこでそこにいっぱいこういう岩やテトラがいっぱい沈んでるとしたら、着水して、その付近までイメージですよ、今でコツンと当たってないんでそこの下まで行って跳ね上げる、で沈める、跳ね上げる、で沈んでる時に魚もこう見ると思うんですよね、障害物の中にいるやつは。で沈んできたなと思ったらいきなりピョンと跳ね上がるもんだから、それにパクッとくるっていうようなイメージですね。でこれ別に障害物がなくてもサーフとかでもやったりするし、巻きでもすごい強い波動が出るんで寄ってきてパクッとも食うんですけど、より深くこうなんていうんですかね、食って反転してくれて割れることも少ないんですよ、ただ巻きの時よりあ、位置情報。位置情報。OK です。あざっす。さて、行きます。ください。1投目で。食いません。なんかまた違うとこ行きましたね。あ、思うすか。なんかしまった、音消したまんまだった。2箇所目に行ったとこですかね、彼ら。ここの席のとこ。あっち戻んなかったんですね。多分水位戻ってきたんじゃないですか、最初行ってダメだったから、このタイミングって言ったんじゃないですかね。偉い来たよっしゃ、でかくないですか。タモよーいでかくないでかくないでかくない来たでかくないでかくない。50ないあるかな。やばい、かかりどころ変わった。ジャーキング、まさかジャーキング。ジャーキングです。ジャーキング先生やん。やべ、かかりどころ変わりましたね。いや、50ある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 。今かかりどころ変わりましたね。でもおっしゃ、来た。こっちから50ある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 。
やっぱおったぞー。よっしゃー。下からギラ50ある。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 これは50ある。よし。居残り作戦成功。いやー、ジャーキングだけでもね、多分絶対食いには来てるはずなんで、まあがっつりかけれなかった僕が悪いということで、明日頑張って4本また釣りましょうよ。農館でお願いします。もう運っすよ。運っす。もう運っす。マジで。こればっかりは運。2日目終了です。お疲れ様です。佐藤さんのジャーキングが大爆発。5本釣りましたっけ？4本、5本。さっきの合わせたら5本。さっきの合わせた5本ですね。やばいですよ。こんな釣れない中5本釣っちゃうって。まあ今回バイブレーションは山本さんに任して、で僕はまた別のアプローチでっていうジャーキング、作戦だったんで、半端ないっすね。多分今日ダートっすね。ダートがだいぶ、あと多分ジャーキンですよね。ジャーキンですかね。プロテイン飲んでたからそういや、そんな感じで、まあなんかいい感じに回れたんじゃないかなと、まあ朝一から魚の反応もちょこちょこ、まあ一日中どっかしら反応を得てて、まあなんとかいい風に回れたかなということで、でもジャーキンでバンバンバンやってもらって、まあ明日あと4ポイント取って10に乗せて綺麗に終われれば最高かなと、思ってます。もう今日はちょっと余裕持って帰ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れたな。これで2日目終了で、今からホテルへ帰りたいと思います。で、車の中でちょっと明日どうしようかなっていう。そうですね。あれですね。ちょっと決めなきゃいけないですね。疲れた。腹減った。52本で並びますからね。52本です一発当てるしかないですよ。あっちはだから30を取るつもりはないんで、朝どこへ向かいましょう。ね、瞑想するのをやめて一箇所にとどまろうかな。はい。松井さんに河川に河川かサーフのイメージ。ここでなんか博多のどっかに入ればしますってなったら、ちょっとこっちの感じが見えてくるんじゃないですかね。岬のサーフバーに行こうかなってひたすら投げましょう。投げましょう。到着しました。最終日。はい。投げ切ります。多分ここに居座るのかな。そうですね。か、まあちょっと本当状況見ながら、はい、あまりにも何もないとね、何かしら起きると思って最後サーフに来てます。よろしくお願いします。出るはずです。はい。あ、位置情報送ります。あ、そうですね。どっちのが、向こうが航路は航路で深いですよね。そう、あの辺がなんかね、なんか潮目っぽいのも走ってるし、こっちただ平らでしょ。なんかそっちの方が可能性あるのかなみたいな。でそこもう手前ブレークですもんね。で向こうは向こうであそこブレークですよね。そうなんですよね。まあ広くやってみます。移動しながら。位置情報来ましたね。浜っすね。浜。勝ったんちゃう。多分ね、あの浜出て31、2本じゃないですか。てかで初日俺が1本、2日目佐藤さんが1本、で30代。あ、50は出ないでしょ。出ないと思うんすよ。出ないし、飛距離めっちゃ飛ばさないけんし、当たり合ってもあんだけ乗らんかったじゃないですか。そうですね。仮に全部乗せても多分3本、まあ4本で終わるでしょう。で多分30センチでしょう。あれば多分ね、デイで50以上狙うのは博多湾から出るべきだと思うし、一応まあ俺たちはもう最後まで勝負しに行こうっていうことで、今日はもう3ポイントの狙いに、そうですね。ちょっと勝負しに行ってみますよ。
ここで3ポイント取れたらだいぶでかいですからね。もう向こう3本つながってないんで大手よし。とりあえずまあ朝一絡んでるんで、上からとブレードでメーター下の15、こちらからいきます。よし。こっちはジョルティ22。なんかそっから一気に深いっすよね、お手前。そうですね。こっち面のがいいのか。昨日の写真を見るとあの正面映ってたのかな。無理だな。おー、すげえ。ヒラ釣れそう。ヒラ釣れそう。ヒラゴロタハマ。普通にその辺から投げてヒラ食わないんかな。なんかこれ鳥取帰ってきた感じですね、ここは。マジっすか。西部の方。結構飛ばさんといけませんよ、多分。無理だな。下降りたら。思ったより波あるな。今津でもいいかもしれないですけどね。今津行きます？今津で。いいじゃん。お。追われた？なんかに追われた？ねいるんですね。あ、ここにもいる。おお。いる。お？来た？来た。はい、ラストポイントです。まあいろいろ回ったんですけど、なかなかここっていうところがなく、もう時間もないし、この河口ですね、今津湾っていうところにある多分一番大きい川っぽいところの河口です。はい、なんとかここで3ポイント3ポイントの魚を狙って、はい、どうにか頑張っていきます。抜からないはず。普通に釣れそうじゃないですか。釣れそうやべえ。釣れそうしかも流れてる。干満差 1.5 でもこんぐらい流れるもんなんだ。流れてます？流れとです。普通に流れとです。もうなんかミノーでいけそうな雰囲気ですよ。ジャーキングでもうこれ一択でいきます今日は。間違いないですね。どこにいるんですか、こんだけ時間かけて。どっかの？何そこ。ああ、行こうとしたところ。ここは乗るわ。あれ？今水ないんじゃないの？行ったとこっすよね。そう。行ってたらバッティングしてましたね。なんか全部先越されてるからまたなんか出されそうですね。なんか嫌な感じがする。見に行ったところで魚を出されるという。まあしょうがないです。しょうがないですね。8ペン130いきます。おお。サイズ狙いいきます。めちゃ浅いっすね、マジここ。はい。めっちゃ浅いっすね。沖もバイブレーション投げてもまあまあ浅かったっす。何いるんだろう、ベイト。なんか何食ってんだろなんか出るだったら背の上で背の駆け上がりででかいの出そうですけどね。もし出るなら。変えます。ジョルティミニ14。
しますします。もう暴れんなよ。おいしょ。さすが。すげえ。引き波パターン。引き波。引き波。ずっと待ってたっすよね。すげえ。50あるでしょ。50はあるでしょ。50はあるでしょ。54センチ。よし。よし。あれで多分イワシ寄ってるみたいなんですよね。一瞬だけ。波のちょっと前を引いてたら手前のブレークで食ってきました。おい。よし。ありがとうございます。よかったですね。よかった。よかった。あかん。ノーフィッシュ麻酔だけですよ。ゼロじゃない。よかった。ノーフィッシュ麻酔だけや。釣れてる釣れてる。戸沢さんが釣ってる。ああ、よかったよかった。でもよかったですね。よかったよかった。何本ぐらいです？でけえっす。多分マジですか？いや、わかんない。でかくはないか。これジョルティミニっすかね、これ。いや、これノーマルですね。もしかしたらだって焦らしたローズかなっていう。一回ちょっとジョルティここにあるんで予測大会でしょ。予測返しましょう。40ないっすよ多分。40でしょ。あって40ですね。危ねうん、やっぱ50じゃないですね。危ねえ。これ揺さぶられるとこだって写真に。怖え。ない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 。これないないない。てかルア外して取ればよかったのに。ないないない。危ない危ない。危ない危ない。いやないっすよね。いや普通によく見たらないっすね。ないっすないっす。多分ジョルティ3本分って感じでしょ。胸びれまでだってケツがいってるから。あって 3.5 本でしょ。うん。あって 3.5 本だから50はまずないっすわ。後半からあって40。あって40っす。多分36とかじゃないですか。危ねえマジで。ビビってあのサーフで50出るんとか思って。確実にシーバス。確実にシーバスのバイトっす。今メタシャの普通着水から巻きっす。なんで川の中で食う飯がいっちゃうまいわ。俺も佐藤さんのもとでジャーキング修行。いい動きしてます。今日の1、2、5も。めっちゃ寒い。寒いっすね。めっちゃ寒い。手かじかむぐらい寒いっすね。でなんかちょっと水も冷たいですよね。めっちゃ冷たいですよ。なんかですよね。これやべえ。いや唯一勝ちにこだわりますとかほざいてた麻酔だけノーフィッシュっすよ。大丈夫ですもう頼むよ、お前が足引っ張ってんじゃんよ。でちゃんと戸沢さんがセレクトしたポイントだよ、こうやって魚が出るっていうな。実力不足だよね、いろんな意味で。魚の見つけ方もそうだし、まあテクニック的な面もそうだし、釣りが上手くなりたいな。山本さん、ダメ元でね、ここ欄干しながらちょっとダーッと打っていってみません？ OK です OK です。行ってみましょう。ですね。行ってみましょう行ってみましょう。釣れたらぶち上げますかも。海面パンチ。戸沢さん直伝引き波パターン。
ヒット成功っす。30あるかな。30あるな。30あるかな。あるあるある。30あるかな。30ある。いやーないかな。がっつり食ってくれてるけど。31。よしよしよし。ほげてないよ俺。俺ほげてない。ありがとう。うい。貫禄あります。貫禄あります。悠々と帰っていった。よしよしよし。反対だ。よし。よかった。もうほげて帰るのは嫌やった。ありがとうございます。あと40分。はい。やりきる。いやーよかった。増井さんも釣ってる。おお、サイズは1ですかね。ナイスサーフ。ナイスサーフ。一安心。一安心。あとはここで絶望させるのみですね。あ、食った。けど同じサイズ。おお、1だ1。これも1だ。1。イエーイ。30あるでしょ。ある絶対ある。33かな。33。よし。はい、1ポイント。よし。よし。じゃあこれもない手で取りますか。ない手で取りますか。あ、やばい、来た。船が来た。引きなんだ。チャンス。いいですか。離します。はい、ありがとお、やべえ。待って、マジであ、戸田さんも釣ってる。やばい。これジョルティミニじゃないですか。ノーマルじゃなくないですか。おっ、さすが。同じ。30ある。30ある。ある。よっしゃ。ある余裕である。さっきと同じっすね。31センチ。よし。よし。スイカ。ちょっと情けねえけど。もう2人して、しかもこんな砂まみれになって。おじさん2人が。いいおっさん。もうやや50のおっさんが。30の生後つってキャッキャ言ってんだもん。いや、ノーマルじゃないと届かんじゃないですか。数出てんな。3ポイント。やばい。マジかよ。外れたな、予想。出て1本か2本だろうって思ったら。タコ粘り作戦ですね。よいしょ。あ、やばい、戻ってきた。あ、いった。水門効いてないですね。水門パワーはなさそうですね。ただ掘れてたんでわかんないですね。そうです。ただここだけ深かったですもんね。深かったですよね。増井さん。はい。向こうさっきポイントついてまず今出てないじゃないですか、魚。向こうが。はい、ね。で今いくつ？今6か、こっち。
ですよね。昨日までの彼らのやつ見ると仮に全部1だとすると6じゃないですか。仮にね、仮に、まあ1本50混じってればアウトですよってなったら結構競ってるのかなと思って、あのサイズいっぱい釣りましょう。はい釣ります尺味。はい来た。よっしゃ。来た。やば。リーダー結んでたらおっしゃ。ナイスポイントあるか。ナイスポイントあるか。ナイスおっしゃ。ナイス最高。1ポイントかな。ジャーキング大先生じゃないですか。もうジャーキングですね。ジャーキング大先生。ちょっとびっくりした今の写真撮ってラストまでやりきりましょうか。これよし写真撮りますよ。逃がして逃がして。はいチーズオッケーですよ。送りますよ。ちょっと待ってくださいよ。オッケー送りました。逃がします。おーバイ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 。よし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 。佐藤さん最高。よっしゃ。ジャーキング大先生。ってことで俺もジャーキングします。もう一本。あ、写真来た。うわねあー撮ったマジかすげえ。しかもまだいるんだあそこに最後まで粘ったんですね。まあまああと8分。はいすげえな。太田さんに騙された。勝負あり。一応さっき見た32分です。32分。集合帰着場所まで。はい。まあ余裕持って1時間ぐらい1時間まあ4、50分ですね。考えとけば十分かなと。なんかね、こういうきつい子ってね、この最初の春先ってめっちゃちっちゃいジャークいいんですよ。ちょんちょんみたいな。もうほんと手首でなんか筑後川みたいにこういうのじゃなくて、もうほんとねこういうこういうのが効く時あるんですよ。ほんとちょんちょんってやるぐらいで。なんかてかすごいっすね。結構ありますこれ。そのジャーキングもいろいろあるんですね。おっしゃ。バレた。いっためっちゃベールが手に当たった。めっちゃ惜しい。食いましたね今の。うんドゥンうわーみたいなうわーみたいな。おいおいおい、ジャーキング先生の言う通りちょんちょんしてたら食ったぞ。マジこんぐらいですよ今の。あ、ちょんちょんですねやっぱり。マジこんぐらい。ここちょんちょんいいですよ多分。アラーム鳴りました。50分です。行きましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。本当申し訳ない。もういろいろもうポイント選びからもう1本しか用取らん車のタイミングで。いいっすいいっす。こんなもんでしょう。いいじゃないですか、釣れたし。まあもう焦げてないけどゼロじゃない。ゼロじゃない、ゼロじゃないよ。終了しますか。ですね。余裕持って帰りましょうか。ですね。いやーダメ押しの1本。めっち
ちゃ焦りましたね。めっちゃ焦ったーってテンションめっちゃ上がりましたもん。ここでエラーライ見えた瞬間、うわーと思って、一瞬でけんじゃねえのみたいな感じでああいう時って思った。50あるかって思いましたよね。ここでウェーディングした時の戸沢さんが釣ってからの嫌な流れやばかったですね。やばかったっす。いやーちょっとうわーと思って、しかもでかく見えたじゃないですか。焦るんですよね、ああいう時ってやっぱ最後は。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でしただいぶ皆さんお疲れのご様子ですが、それでは結果発表の前に、皆さんから一言ずつ、軽い感想をいただきたいと思います。では佐藤さんお願いします。今回ですね、なかなかその大きさですね、鈴木クラスを釣るのが非常に難しかったんですけども、その難しい中ならではの、自分なりのいい釣りが出せたんではないかなと思いました。はい、はい、初めての参加で緊張感とか本当になくて楽しめました。なんですが、もう本当にもうごめんなさいとしか言いようがなくて、もうずっとごめんなさいごめんなさいって言ってても、もう僕の判断ミスにも戸沢さんが付き合ってくれて、でも戸沢さんファンにも申し訳ない、もう戸沢さんの釣りをお見せできなかったし、もうずっとごめんなさいごめんなさいのごめんなさいの3日間でした。でも楽しかったし、本当にカンマンサ 4.5 メーターを経験したことはすごい今後の釣りにプラスになるし、これを地元にもちょっと当てはめていきたいなと思います。ありがとうございました。俺かですね、おっしゃる通りカンマンサがすごいですよね。 4.5 メーター5メーター、本当もう東北の人間としたら未知の世界で、この辺の 1.5 メーターすら未知の世界なんですよ。30センチしか変わんないので、マックスでも。で、1.5 メーター下がっても水あるだろうと思ったら川に水がなくなったり、干潟っていうのかな、なんとか湾の中にも水がなくなったりということで、もう初日2日目とね、ほとんどもう迷走してる感じで、最終日だったら食いになろうっつってちょっと振り続けたんですけど、それでいろいろベイト合わせて、なんとかっていう感じですかね。非常に勉強になったというか、いい経験させてもらいました。ありがとうございました。難しかったですねはい、場所の、ね、予測とかは自分も同じ九州なんで、ちょい合わせたりとか、ある程度入ったところではしっかり魚の反応ほぼ得たかなという感じだったんですけど、場所選択やって、釣ってもらうという、チームとしてはいい、チームだったのかなという印象だったんですが、個人的には勝敗がどうなっても負けた気にしかならんという途中でちょっと佐藤さんの釣りがハマりすぎて自分の釣りが信じれなくなって、自分もちょっと迷走しちゃった部分があったんで、でもそれが見れてすごいいい勉強になったんで、今後に生かしていきたいなと思えるような、3日間でした。さあ運命の結果発表やりますか運命とか言われちゃう。やりましょうか。いいでしょやりましょうか。結果発表じゃあ3、2、1でいきます。3、2、1、はい。うわ、危ない。危な。マジで？マジ？もうごめん。危ない。めっちゃ怖い。危ない。マジで？3あったの。危な。本当。最後の3だったの。やっぱ3だ。3あったんですか？53か4だったの。危ねえ。じゃあ君らの写真詐欺だよ。なんかあれ絶対5、60あるだろうなと思ったの。でしょ。そう見せようと思って、頑張って俺撮りました。危な。めっちゃ怖っ。やば。危ねえ。危ねえ。危ねえ。
その前に僕も一発やらせかしてるんですよ、サーフで。いや、あそこ俺たちも全然乗らんかったです。本当はいっぱい当たりあったんですよ。そう乗らない、初日も乗らないのあったいっぱい。結構当たり多くて、かからんかったりとかが多くて、でもいっぱい当たったって言ったら絶対入ると思って、いやー渋い、あの一発だけっすねとか言ってたんですけど、まあもう運良かったですね。運も良かったですね。運が良かった、本当に。さらに立ち直るね。もうね、佐藤さん爆発してもらって、俺もちょっともう自分の釣り分からなくなったっすもんね。なんかジャーキング以外釣れる気しねえわとか思っておお、なんか俺大丈夫かとか思って。山本さんのその読みあってのその、そうだってほとんどね結構同じとこ行ってんだよけど、そのちょいさ、でしょ、で全然ちょいのタイミングはある程度は予測がついたんで、まあ、そこで入ってでそこいただき、ことごとく逆言って全て裏映像楽しみにしておきますいやー厳しい戦いでしたね。3111、もやしが3ちっちゃいやつもあれ30ある。はい、それでは山本佐藤ペア勝利ということで、挑戦権ですね。そうなんですよ。まあ、なんかまだ詳細よく聞いてないんで全然俺たちも何も知らないですけどはいまあ、増井さん戸澤さんの分も我々頑張ってきますんで、はい頑張ります。ということで、タッグバトル in 福岡これで終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。とりあえず戸澤さんありがとうございました。本当申し訳ない。ありがとうございました。頑張りましょうマジで。あだした。すごい。この人で一回行きたいね一緒に回りたいねバカバカ釣ると思いますよ。もうごめんなさい、もう本当ごめんなさい、もう。よし、まあ次頑張りましょう。当分立ち直れやんよ、もう。ほんと立ち直れやん。